じゃあ実際にノーティーの動かし方を説明させていただきます。フィッシングギャングの勝利です。今日はフィデリティから出る新しい商品を紹介したいと思います。ノーティというスプーンシリーズがあったかと思うんですけど、そのシリーズから小型版が発売されます。ノーティ4マイクロウェイトです。以前の販売されているノーティシリーズよりはかなり小型になっていて、重さも 4g、マイクロウェイトパターンですね。動きは以前販売されているノーティーシリーズと同じで、しゃくると横に切れている。ただ巻きだとちゃんとプルプル動いてくれるような仕組みとなっています。夏初めの時期だと結構マイクロウェイトに鬼平がボイルしているパターンとかがよくあるんですけど、そういう時に太刀打ちができるっていう感じですね。でタックルボックス、沖縄、よく沖縄の魚って大きいルアーじゃなくてちっちゃいルアーに降ってくるパターンがあるんですけど、フラグだとやっぱ飛距離とかいろいろ考えて飛ばしづらいところがあるんですけど、このノーティー4 4g コンパクトな形にもなっていて飛距離も出ます。なので P も、自分がよく使うのだったら 0.8 から1号ぐらいまで、適用にはなっているかと思います。普通の河川のライトゲームでも使うことができますし、海のマイクロベイト鬼平ゲーム、そっちでも使うことができます。では実際にノーティーの動かし方を説明させていただきます。まず最初にジャーク、ノーティーの特徴的なジャークのアクション。キャストしても本当にこんな感じ、ちょーんちょーんってやるとこれだけでも十分ノーティーが切れてくれるので、キャストしてこんな感じでちょんちょんってやるともうルアーがこんな感じで切れてます。ただ巻きはもう本当にゆっくりただ巻きです。理想で言うと水面よりちょっと下を巻いてくるようなイメージです。そうすると水面直下は綺麗にこうやって泳いでくれます。水面直下で、この時に水面直下引きやすい方法がロッドを立てて巻くと水面直下は引けます。ロッドを立ててただ巻きです。もっとレンジを下げたい、ルアーを落としたい時は今度ロッドを下げればルアーがもう少し深く潜ってくれる。水面直下を巻きたければロッドを上げる。ホールは基本テンションフォールです。巻いて、でテンションフォール。もうこの状態、今こうルアーが泳いできてテンションフォールでもこう落ちてってます。逆にこれフリーにするとこういう感じで切れて落ちてきます。パターンを使い分けるとやりやすいですよ。巻いてテンションフォール、竿もそのままです。でまた巻いてテンションフォール、巻いてテンションフォール。これ今魚ノーティーがこう動いてきてテンションフォールで落ちてって、動いて上がってきてテンションフォールで落ちてってっていう動きです。それにジャークを加えることはないですか？スーパーコンボでいきますか？スーパーコンボ。スーパーコンボいきます。スーパーコンボでいくと巻いていきます。でテンションフォールでジャークで上げちゃう。でテンションフォールでまたゆっくり上げてくる。でテンションフォールでジャークで上げる。もう常にルアーが動いている状態ですね。裏技って言ってもあれなんですけど、自分の大好きなパニックアクション説明します。キャストして、さっきただ巻きって言ってたんですけど、ただ巻きにワンアクション加えていきます。こういう感じで。
ただ巻きにちょっと早めきで軽くトゥイッチを入れるようなイメージです。そうすると、ルアーが水面直下の上をこんな感じで叩いてくるようなイメージです。こんな感じで。これがパニックアクション。もうすでにベイトが湧いてて鬼ヒラがバコバコ出てる時とかは結構これでガーンって食ってきたりとかします。では実際にこのパニックアクションで鬼ヒラアジを釣ってきましたのでご覧ください。今回自分が調光で使ったのが P が 0.6 号、リーダーが3号。マイクロの鬼ヒラベイトパターン狙いで完全にいってます。もう遠目でマイクロベイトに鬼ヒラが暴れてる状態です。実際もうナブラが起きてる状態。誘うというよりはリアクションでもう食わすような状況。自分の大好きなパニックアクションで誘い出して食わしたっていう感じです。ガーラーがもうテンションマックスな状態。シルエットとリアクションで食わすっていうような釣りが結構向いてますね。柄もめっちゃ興奮して出てる状態なんですけど、それを見てる自分もめちゃくちゃ興奮してランディング場所を考えずにキャストして根をかわして時間がかかったという感じなんですよ。そういった場合は、ベールをオープンにしてでオープンにただするだけじゃダメです。完全にドフリにしちゃうとせっかくかかってる針から魚が抜けちゃうので、指でサミングしながらかわしていく。それでどうにか根をかわしてキャッチするって感じですね。こういうことしたくなければちゃんと投げる場所を考えて投げればいいだけなんですよ。どうしてもこういう場所でじゃないと投げれないっていう状況とかも出てきたりとかすると思うので、そういった場合は無理して魚を寄せて取るのではなくて、魚が弱るまで一旦ある程度根をかわしながら弱ってきたタイミングで浮かして取るっていう方法もあります。フックのセッティングなんですけど、河川とか、ライトゲームでメッキ狙ったりとか遊ぶときはこういうトリプルフックをつけて使っていただいたり、でこちらのように鬼ヒラのマイクロベイトパターンだとちょっとごつめのフック、シングルフックをつけてやったりと、カスタムが自由でもうライトゲームから鬼ヒラ中型の魚まで狙える幅広いルアーになってますね。鬼ヒラのサイズがそこまで大きくはないんですけど、50ちょこっとぐらいのサイズになってます。でこの50ぐらいの50クラスのサイズだと全然もう少しテンションかけて止めて取れるかなと。60クラスになると、落ち着いてゆっくりファイトしていくような感じです。で今回の組み合わせは 0.6 と3号なんですけど、これを 0.8 と4号とかにしても全然問題なく釣ることができるかなと思います。絶中ですよ。マイクロパターン完璧ですね。針がシングルフックでフード軸のやつを入れてます。もう完全に鬼ヒラ狙いでやってる状態ですね。ということで鬼ヒラの実況でした。こちらはノーティフォー沖縄の店舗にて順次発売開始です。チェックしてみてください。ということで今回もご視聴ありがとうございました。